それでは玉縁ボタンホールの B のやり方をやります。B はですね、これ A と B それぞれ、縫い方やってみたやつなんですけど、こう中めくるとこういう状態なのが A です。こっち A です。こっち B です。で B の方は中めくるとこういう状態。玉縁布がこう切れてない、つながった状態で仕上がります。これの縫い方をやっていきます。ここの縫い代の処理の仕方がちょっとまず違うのと、あとは裏ですね。裏の始末はね、いろいろあるんだけど、こういうふうに千鳥掛けで全部周り変わってあります。なので中の見返しの生地はこの裏側にこう織り込まれてない状態で仕上げるので、かなりね薄く仕上がるんですね。これ触ってみないとちょっと分かんないんだけど、なので厚地の生地、極厚ぐらいのコートの生地でほつれない生地が向いてます。ボロボロほつれてくる生地はやめといた方がいいと思います。すごい厚くてボロボロほつれてくるような生地だと玉縁ボタンホールにそもそも向いてないと思うので、そういう時はちょっと違う方法を模索する方がいいかなと思います。ではやっていきましょう。用意するものは玉縁ボタンホールの準備編と用意するものは一緒です。芯とかも全部一緒です。同じものを使います。で、この玉縁布ですね。玉縁布は A の時と同じバイアスで裁断したもので、こう四角く裁断しておきます。で、サイズはだいたいこのボタンホールのこの大きさの位置から両端 1.5 から2センチぐらいずつこうはみ出すぐらいで、この縦はそうだな、6、7センチあればいいかな。それで足りると思います。で、これで玉縁を作っていきます。ではまず玉縁布を据えていきます。生地の表側と玉縁布の表側を合わせる。こういう状態で、バイアス布の中心がここの縫い印にかぶるように合わせます。それでこの玉縁の両端を写し取っていきましょう。縫い印が見えるとね、こういうの楽ですね。で、あとはここで玉縁の出来上がりの幅を書き込んでいきます。どうしようかな。4ミリでいいかな。これが最終的な玉縁の出来上がりのサイズになるので、寸法は正確に取ってください。35ミリで、この幅が8ミリで、これはですね、このままダイレクトに縫い付けていきます。この状態でしつけかけずにこう縫っていくので、そうするとこの両端、この端っこガイドにこう合わせれば位置が揃うようになってるから、こう端まで突き抜けて線引いた方がいいですね。で、まず角に針を落とします。で、針目は細かくしてください。で、この上に乗ってる生地がバイアスなので、生地伸びないように注意しながら端まで縫ってぐるっと一周縫います。出だしまで戻ってきたら少し最初のミシンに重ねます。で、返し縫いしなくてもいいです。これミシンかかったとこですね。この四角く縫ったミシンが
最終的な玉縁のボタンホールの寸法になります。これ幅、これが長さね、これ幅になるので、もう特にこれに関してはここの寸法、あとここの寸法とね、コートなんかだと一気に全部同じものを何個も作るから、きちんと両端全部が揃ってるかどうか確認してください。でこれを切っていきます。で切るときは、この B の玉縁布を切るときは、この切った玉縁のそれぞれ両方の端、縫い代が玉縁幅のガイドになるので、これはきちんと真ん中に切り込みを入れてください。で今回ものみを使います。でのみを使って開けたら、あと残りはA の時と同じように矢羽型に切り込みを入れていきます。切り込みの入れ方はもう A の時と一緒です。ここの角に向かって45度ぐらいに入ってくるようにの状態ですね。この端からだいたい5ミリから7ミリぐらい、大きい時は1センチぐらいあってもいいかなで切れるハサミでバッサリいきます。でこれも、表側から切り込みを入れた方がいいと思います。こんな感じね。結構ギリギリまで。こんな感じから、こんな感じで切れれば OK だと思います。こんな感じですね。こんな感じで切れたら、今度はこれをひっくり返して、そんでこの玉縁布をアイロンで整えていきます。これひっくり返したところ、まだアイロンかけてない状態なんですけど、このね、ひっくり返して切り込みを入れてひっくり返した時点で、アイロンかけてなくてもこうなんとなく綺麗に四角形が出てれば、だいたい切り込みは成功してると思うんです。ここがこうぐーっと丸くなってる時は切り込み足りない状態です。でこれをここの縫い代、これね、縫い代、これを割ります。でこれ割るときに、この玉縁布のこう自然に折って、ここも一緒にアイロンかけちゃった方が落ち着きがいいかなと。でこう置いた状態でぺったり置いた状態でアイロンかけるのって何気にね、いろんなところに影響が出ちゃうので、私がよくやるのはこう手の上に当て布乗っけて、手の上にこのアイロンかける場所をこう乗っけちゃって、これでアイロンかける。できればこの縫い代のとこだけにアイロンかかってほしいんです。こんな感じね。ウールだったら少し水のっけてやるとここ割れやすいです。で反対側も同じような感じで、手の上に何か残布でいいので当て布して、
こういう状態でアイロンかける。ちょっと水を少し。こうやるとね、指先の感覚でピンポイントでここアイロンかかっているかどうかが分かるので、よいしょ、結構いいと思う。こんな感じね。でこれを今から表から綺麗な幅になるように玉縁を整えていきます。はい、では、しつけで仮留めしていきます。このそれぞれ玉縁をそれぞれこう口をこう割るように折り返して、で表から玉縁の幅を揃えながらしつけをかけていきます。縫い目の際に落とし地付けですね。落とし地付けをかけます。でこの中にはさっき切った縫い代が入っているので、結構こう幅の目安になるのでね、それを目安にしながら。でこの落とし地付けの時は玉結びしちゃうと、玉結びがこの縫い目の中にぐっと入り込んで外れにくくなるので、返し縫いの方がいいと思いますよ。反対側も同じように玉縁の幅を整えます。でこの中心に縫ったこのミシンね、ミシンのガイドも幅の参考にしてくださいね。これでしつけかかりました。このね両端、この玉縁が両方綺麗な均等な幅になってるかどうか、端から端まで均等な幅になってるかどうか、ここでしっかり調整してください。玉縁の幅はここが最終決定地点です。こんな感じで、これにあとミシンをこの四隅全部にかけていきます。一つ説明し忘れてました。ここくばくっと口の開いてるところ、この両端縫ってる時にここ開いてるとどうしても口開きやすくなるのでここもしつけで軽くかがって留めておくといいです。そんで表側もここの口がちょっと開きそうで不安だなっていう人は、ここの口のところにね軽く千鳥掛けしておくとより縫いやすいと思います。で裏こんな感じね、しつけで軽く留めておくと縫いやすい。でこの状態で縫っていきます。今度はここ縫っていきます。玉縁布とこの折り返したところのこの縫い代、これを縫い留めていく。なので表の状態からペロッとめくってペロッとめくってこのすでにミシンがかかっているので、これの上を縫っていきます。厚地のコートなんかだとこの時点でもうここすごい厚みが出るので、ここ折ってあるしこの下にもあるからここすごい厚みが出るので、そういう時はこっち側にこれと同じ半切れをこう重ねてやる。両方にこう重ねてやると
比較的段差がつきにくくて縫いやすくなります。そこはいろいろ縫い方工夫してくださいね。でミシンかけるときは先にかかってるミシンに重なるように縫っていきます。表身ごろをペロッとめくる。そうすると玉縁布とこの三角に切り出したやつ、三角布が出てくるので、このミシンの縫い印をガイドにしてこう折ってやって、それでこの三角布の上のこのミシンに重ねるように、できるだけはみ出さないようにね。四隅にミシンが全部かかったら、あとは余計なしつけ外しておきます。